ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。車かな？でもソアラって何？早速確認しよう。私は職場への通勤で片道1時間ほど、車を運転しています。普段は残業がほとんどなく19時には仕事を終えるのですが、トラブルが重なって帰りが21時頃になった時がありました。その帰り道、いつも通っている国道が事故で大渋滞。早く帰りたい私は、渋滞を避けるために側道へ入ります。その道は住宅街で交差点が多く、見通しも悪い道です。運転しにくいところだなぁ。なんて思いながらも、いつも以上に注意を払って走行します。交差点に差し掛かり、一旦停止をして左右の安全を確認し、アクセルを踏み発進しようとした瞬間でした。ピピピピ。けたたましくアラーム音が鳴り、自動ブレーキが発生して車が急停車しました。何か前方に障害物を検知したようです。びっくりして車を降りて周囲を確認したのですが、周りには何も異常がありません。何に反応したのだろう？ひょっとしてセンサーに誤作動が起きたのかもと思いながら、とりあえずそのまま車に乗って帰宅しました。それから1ヶ月後くらいに、職場で送別会がありました。21時にお開きとなり、いつもの国道で帰宅しようとするとまた大渋滞。このまま大通りを走って帰ってもよかったのですが、その日はとても疲れていたので早く帰宅したいと思い、またしても側道を抜けるルートへと変更します。そういえば、この道で変な現象があったな。前に自動ブレーキがかかったことを思い出しながら、同じ交差点を走った時でした。また同じようにアラーム音が鳴り、車が急停止してしまったのです。二度も同じ場所で異変が起きたので怖くなった私は、車から降りて入念に周囲を見渡しました。ですがやはり何事もなく、これと思われるような痕跡は全くありません。これは車に異常があるのかもしれないと思い、週末にディーラーへ車を持って行ったのですが、診断の結果異常なし。腑に落ちませんでしたが、特に異常がないのなら仕方がありません。次の日から、私の頭からその不気味な現象が離れなくなりました。もやもやを抱えて生活するのはなんとも気持ちの悪いものです。そこで原因をはっきりさせたい私は、あえて国道ではなく側道を通り、検証してみることにしたのです。ところが何回同じ道を走っても、自動ブレーキが作動することはありませんでした。偶然がたまたま重なっただけなんだろうか？結局わからずしまいで、側道を通る機会も減ったため、私はこの異変を忘れていきました。それからしばらく経ち、久しぶりに残業して帰路に着くと、また国道が渋滞していました。こんな時は迷わず側道です。何度か通ってもう慣れていましたから、特に意識もせず車を走らせていたのですが、ピピピピ。例の交差点に差し掛かった時、またしても私の車の自動ブレーキが作動して止まってしまったのです。3回目の異変に、私は車から降りて呆然としてしまいました。すると車の急ブレーキの音を聞いて心配したのか、おじさんがこちらへ歩いてきました。大丈夫？声をかけてくれたおじさんに、私は、多分大丈夫だと思うのですが、車が勝手に急ブレーキをかけまして、実はこれ3回目なんですよね、と答えます。するとそのおじさんは目を大きく見開き、驚きながら話をしたのです。今から1年半くらい前の、ちょうどこの時間、この交差点で、自転車に乗った男性が、車にはねられて亡くなったのだそうです。はねた車は私と同じ黒いセダンだったらしく、そのままひき逃げして犯人は捕まっていないのだとか。私が会社を21時に出ると、ほぼ同じ時間にこの交差点へ到着していました。
男性の霊なのかわかりませんが、目には見えない何かに私の車が反応していたと考えると、妙に納得すると同時に鳥肌が立ちました。それから、私はその道を通ることをやめました。事故が起きそうな危険な道路を通らないのも、安全運転の一つだと思っての選択です。少しでも交通事故の少ない世の中になるよう、願ってやみません。誰もいないのにアラームが鳴り響いて、急停車する光景を想像しただけで、心臓がバクバクしちゃうよ。語り手がディーラーに点検を出しても、異常がなかったという点、そして特定の条件下でしか作動しなかった点、自転車の男性がひき逃げされた過去がある場所、すべてがこのストーリーに繋がっている。語り手さんの車が、犯人と同じ色と車種の車。ずっと犯人の車を待ち続けてたってこと？自分を引いた憎悪と執着を、あの場所に色濃く残留させている。同じ時間に同じルートを通った該当の車を、強制的に停止させるなんていう、とんでもない霊力を持つ怪異となってしまった。今もまだずっと待ち続けてるのかな？あの暗闇の交差点で。その可能性は高いだろうな。長い年月が経って、犯人がこの世にいなくなっても、きっと終わらないんだろう。怖いけど、悲しい話でもあるね。私が初めて所有した車は、4つ年上の兄から、大学卒業と同時に譲り受けたものでした。自分の車があるという生活はそれはもう快適の一言。私の住む地域は車が一人一台というくらい必須なことも相まって、一度手にするともう手放せません。しかし兄から譲り受けただけあって車体が古く、車検も迫っていました。そこで私は思い切って車を買い替えることにしたんです。社会人になりたてであまり貯金がないため、中古車を探していると、ソアラ、という白い車が目につきました。当時の相場で同じ条件だと100万はくだらない代物です。それがなんと、数万円という異常なまでの低価格。見た目もかっこよくて財布にも優しい。これは掘り出し物だと思った私は即決で購入していました。納車して早速乗ってみると、アクセルを少し踏んだだけでとんでもない加速。前の持ち主が改造していたのでしょう。ノーマルのソアラでも車の能力は高いですから。さらに手を加えるともう異次元の走りです。私はこの白いソアラがすっかり気に入り、運転するのが一番の楽しみとなりました。しばらくは毎日ドライブをして上機嫌なソアラだったのですが、ある日に走行中突然エンジンが停止しました。車の始動時などにエンストするならともかく、通常走行中のエンストなんて驚きです。ギアがオートマなので、そもそもエンストが起こることがないはずなんですけどね。エンジンが止まってしまうと、ハンドルは重たくなってほとんど動かなくなります。パワーハンドル機能が切れるからです。瞬時にブレーキを踏みましたが間に合わず、車は反対車線へと入っていきます。すると運悪く対向車が来てぶつかる、という直前で、相手が緊急回避に成功。間一髪、事故を免れました。落ち着いてから車のエンジンキーを回すと、普通にエンジンがかかります。その後もエンストはしなかったので、故障ではないとは思ったのですが、気になったので修理に出してみました。しかし特に異常は見当たりません。それから半年くらい経った頃でしょうか。またソアラが走行中にエンストしてしまいました。今回は深夜で周囲に車も走っておらず、ただ私の車が道路上で停車したのみ。問題はその場所です。なんと前にエンストしたのと同じところだったんです。そこはやや勾配があるものの、ごく普通の道路なんです。これでエンストするならば他の場所でも同様に、異常が起きるはずなのです。ここに来て、今更ながらソアラが異常に安かった理由が気になり始めました。お店の人はお買い得だとしか言っていませんでしたが、何か嫌な感じがした私は、急遽ソアラを手放して、
他の中古車へ買い替えました。その後、久しぶりに会った中学時代の友人から、とんでもないことを聞きました。友人は中古車店に勤務していたのですが、私が白い激安ソアラの話をした途端に真顔で、そのソアラ、もしかして線沿いの店で買ったというので私がうなずくと、教えてくれました。そのソアラの最初の持ち主は事故で亡くなったが、車は修理できたので遺族が売却した。だがソアラの持ち主は不幸や事故が起きるため、またすぐに売りに出されてしまう。安いから売れはするんだけど、曰く付きの一台として有名だということ。もしかして、ソアラが事故った現場ってのあたり？私が友人に聞くと、詳しくは知らんけど、多分その辺やったと思う。お前無事でよかったなぁ。まあ手放して正解。そう言われて、背筋がゾッとしました。以来、私は中古車に乗るのが怖くなり、新車を買うよう努めています。白いソアラは呪われた車の噂として、1980年頃から流布された話です。あくまで噂話で、実際にそういったソアラが実在したというわけではありませんが、呪われた中古品が市場に出回っているという話は車に限らず、古今東西で話の種となっています。中には実害をもたらしたケースもあり、単なる噂では片付けられない一面があるのも確かです。安価でお得感のある買い物で、さらには前の所有者がいるとなると、裏があると勘ぐってしまうのは人間の差がなのかもしれません。中古品を手に入れる際は、くれぐれもご注意ください。このお話も車を突然止められたんだね。エンジンが停止してハンドルも効かないのは、さっきよりも絶望的なシチュエーションだけど、対向車が避けてくれなかったら、この階段も日の目を見なかっただろう。すぐにまた同じ状況になることで、車に宿る異様さに気づけてよかったな。不思議な話だったね。事故の時の恐怖や感覚だけじゃなく、その瞬間の挙動を完全に記憶してる感じ。まるで、車自体が再現しようとしてるみたい。安全装置ではなく、破滅装置か。ゾッとする話ではあるな。車の記録なのか、前の持ち主の執念なのか。でも車に石が宿るなんてことあるの？有名どころでは、長く使われた道具や器物に、魂が宿るつくも神があるだろ？そっか、言われてみたら。あれ？でも、今回のお話みたいに、悲しみや憎しみの記憶でいっぱいだったら、どうなっちゃうの？もう答えはわかってるだろうに。みんなはどう思う？私は衣料品の縫製を行う会社に勤めていて、その日は外部の縫製工場にお願いしていた製品を回収するために、2トントラックを運転していました。これは、その帰り道での出来事です。その外部の縫製工場までは会社から片道40分ほどの距離で、ガードレールの先が深い崖になっている山道を通ります。山道といっても、それなりに交通量があることで、整備はしっかりとされていましたし、カーブは多いものの車幅にゆとりのある2車線の道路で、危ない道だと思うことはありませんでした。夏というにはまだ早い時期でしたが、その日は雲一つない綺麗な青空で、じっとしていても汗ばむような日でした。私は強盗鳴り声を上げるエアコンの音を聞きながら、山の緑が生き生きとした山道をドライブ気分で走行していたのですが、急に強烈な眠気に襲われてしまいます。ハンドルを握ったまま腕の力が抜けて、トラックが小さく横に動くのをなんとか抑えようとしても、だんだん力の抜ける間隔が狭くなり抑えることも難しくなっていきました。エアコンの音もだんだんと聞こえなくなっていきます。自分が危険な状態にあるのは分かっていても、心が何も感じなくなっていて、怖いと感じないから眠気は強くなる一方です。自分が運転をしているのに、まるで他人の体験を見ているような気分になっていました。
この山道には休憩用の場所がいくつかあるから、それが見えたらすぐに入ろう。少しでも頭が動いている間にトラックを止められる場所に着くことを祈りながら、なんとか運転をしていた時です。バンバンと私の右手側、運転席のドアが大きく叩かれました。車が軽く揺さぶられるくらいの強さでした。するとそれまでの眠気が嘘だったかのようになくなり、聞こえなくなっていたエアコンのうなりも鮮明に聞こえ始めました。最初は、ふらふらと走っている危険なトラックに異常を感じたバイクが、ドアを叩いたのかと思いました。ですが辺りを見渡してもバイクの姿はどこにも見えません。それならあの音と揺れは何だったのだろうか。まさか飛び出してきた動物でも跳ねたのか。それとも気づかぬ間に対向車と接触事故でも起こしたのだろうか。危険な状況からは脱したものの、今度は事故を起こしたかもしれないという不安が襲ってきました。ほどなくすると道路に車両休憩用のスペースが見えたので、トラックを停車させて車体を確認しました。しかし傷、へこみなどはどこにもなく、とりあえずは接触事故等ではないことがわかり、ほっと胸をなで下ろしました。一応歩いて道路を引き返し確認をしましたが、音が鳴るような原因になるものはどこにも見つけられませんでした。この時私の脳裏に浮かんだのは、この道路には事故で死んだドライバーの幽霊が出るという話でした。事実、その山道は事故が多く、注意を呼びかける看板がうるさいほど出ています。ドライバーの幽霊以外にも、殺人事件に関係すると言われる場所が何箇所もある山道でした。私はそんなものよくある噂だろうぐらいに思っていましたし、この山道は何度も通っていますが、幽霊の姿どころか恐ろしいと感じたことは一度もありません。ですが自分がこうして実際に不可解な体験をしてしまうとは、あの時この体験をしていなければ、こうして自分が体験したことを伝えることも、できなくなっていたかもしれない。そう考えると、不思議な出来事の正体が幽霊だとしても、ありがとう、と言わずにはいられません。きっと事故を起こす前に幽霊に起こされたのではないか。そんな風に思えて仕方がありません。まるで他人の体験を見ているような感覚か。当事者になってるのにその感覚。息が詰まりそうだね。車体が激しく揺さぶられるほどの力で、運転席のドアを叩かれた衝撃。めちゃくちゃな目に遭いながらも、車体に一切の傷がなかったのが救いか。幽霊が起こしてくれたって言いたくなる気持ちは、すごく、共感できるよ。でも、なんだかそう思えなくて。破滅に向かわせる存在だったとしたら、眠り運転で崖に向かっていくトラックを見つけて、引きずり込もうとしているのか、それとも、励ますためではなくて、早くこちらへ落ちてこい、と狂気乱舞して叩いたのか。歓迎の儀式ってこと？最悪な想像しちゃった。やっぱり助けてくれたってことにしよう。現金なやつだな。車を運転するという行為は、常に死者たちの領域上を駆け抜けているようなもの。その事故は、危険運転によるものだけだろうか？事故が多い場所の中には、もしかしたら今回みたいな例もあるんだろうね。車といえば道路だが、大通りや住宅街に、花や供え物を見かけることがあるだろ？そういえば、近くのお店の通りにもあるね。先月交通事故があったって話だよ。さっきカノンが言ってたけど、道路ないし土地が記憶しているんだろう。この前、家にまつわる回で取り上げた中に、土着の霊が、という話もあっただろ？そっか。じゃあ今日はいつも以上に、周囲に注意して帰らなきゃいけないね。警戒も大事だが、自然体で頼むぞ。妙にビクビクしてると、周囲から変に見られるからな。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。